おはようございます。たかしです。そして明けましておめでとうございます。2023年初の投稿となります。今年も去年同様よろしくお願いします。それでは早速本日のポンド円の相場分析をしていきましょう。まずは冷やしからです。昨日は大きめの陽線になっております。現在はここで下落トレンドを描いているんですが、この陽線がきっかけでここからの上昇に変わっていけるのかどうかというところですね。今はこの緑のボックスの中にありまして、そのボックス下限付近からの反発になっております。ただ、日足の GMMA は下向きになってきてますので、これがどこまで上昇していけるのかですね。一旦このボックスの中の動きと考えますと、この上限ぐらいまで168円ぐらいまで上昇する可能性もあるんですが、そろそろこの真ん中付近っていうのはもみ合いのゾーンに入っていきますので、この辺ですね。このちょうど GMMA の青帯とぶつかるあたり、この辺ぐらいでは上値が重くなる。そしてこの辺でもみ合いになって下落するのか上昇するのかというところです。ストキャスティクスは今安値圏から上昇中ですので、もうしばらく上昇の傾向にはなりそうですが、まずは GMMA 付近まで戻してきたところでどうなるかに注目ですね。次は4時間足です。4時間足は Twitter にも画像を投稿してましたが、エリオット波動をイメージしておりました。その5波が進行中でして、そこからの修正波にいつ入るのかというところだったんですね。ちょうど昨日の投稿でも言いましたが、ここで行ってこいの動きをしているんですよ。この動きですよね。ちょうどこの大きな下落、そして大きな上昇となっております。ここの動きに注目でしたね。で、そこからの現在は強めの上昇になってきてます。そしてエリオット波動5波、完成からの現在は修正波と考えられますので、その修正波が A、B、C と上昇していくのかなという印象です。で、現在は GMMA の青帯は下向きですので、基本的には下落トレンド中ですので、こういう波を想像できるんですが、次の下落がどこまで行くかですね。今は GMMA 付近、そしてストキャスティクスは高値圏にありますので、この波を想定するのであれば、比較的大きく下落する可能性ですので、この直近の安値ぐらいまで戻してくる可能性もあるんですが、ここで下げ渋るような動きをするようですと、一旦のこの GMMA を上抜けですね。この青の GMMA の今上限ぐらいにあるんですが、ここを上抜けてくると考えますので、そうなるとこの4時間足の下落トレンドを崩しに行くような動きになってきますので、イメージとしてはこんな上昇ですね。こんな感じですね。そう考えるとこのエリオット波動5波に対する修正波とも一致しますので、こういった動きをしてくるとトレードがしやすいかもしれません。ただ、まず4時間足の目線の切り替えポイントがここになります。このオレンジの点線ですね。162.332 というところですが、この4波の高値になりますので、ここを上抜けてこないと4時間足の目線は下のまま、現在は1時間足の目線が上、そして4時間足の目線が下というところですので、今は4時間足の目線を切り替えるために上昇中なんですが、ここを超えてこられるかどうかっていうのが次の注目ポイントです。では1時間足です。1時間足のこの下落なんですけれども、トレンドをつけずに下げてきてますよね。じりじりとずーっと下げ基調でした。この辺は少しトレンドをつけているようですが、その戻り高値付近を今超えてきてます。そしてこの辺はトレンドをつけずに下落してきてますので、もしかするとこのままスルスルと上昇してしまう可能性もありますが、今1時間足の GMMA は下向きから上向きに変わってきたところ、そして今収束して反転してきてますので、この GMMA 付近まで下落してくる可能性が今は考えられますので、本日は一旦の調整の下落を待ちたいところですね。今は4時間足ではまだ目線が下ですので、深めの押しをつける可能性、先ほど4時間足のところでご説明しましたが、この上昇に対してほぼほぼ全戻しの可能性も考えられますし、1時間足を見てるとこの GMMA 付近までの下落ですね。現時点では158円ぐらい、この辺ぐらいまで下落してきたところで、1時間足単位での上昇トレンドに入っていけるのかどうかというところです。まずは一旦の調整の下落を待ってからの押し目買いというところを検討していきたいですね。
ね。先ほど4時間足の目線切り替えポイントがここオレンジの点線だという話をしましたが、その直前に過去のもみ合いゾーンっていうこの白のゾーンがありますので、161円台ぐらいは上値が重くなってきそうですね。ここを強く突破できるかどうかっていうところが注目ポイントです。そして本日は基本的には押し目買いなんですが、4時間足ではまだ下落トレンドを崩せてませんので、大きめの下落になる可能性もあるので、押し目買いをする場合でもしっかり引きつけてからというところですね。今は1時間足でこのフィボナッチリトレースメントの 61.8% 付近まで戻してきてます。これはこの高値からこの安値に引いたものなんですが、一旦の上昇ターゲットとしては達成してますので、ここから深めの押しがつく可能性、もしくは現在地付近で小さなレンジを作ってからの上昇になる可能性もありますので、一旦の下落は待ちたいんですが、どちらも考えられますので、深めの押しをつける可能性を考えながら、次の押し目買いポイントを探していくのが良さそうです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方が少しでもスキルアップできるような丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。FX トレードでの基礎が学べるメンバーシップにご興味あれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てない方はポストプライムでのプライム投稿をおすすめしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき、自分に合うかどうかを検証していただくのがいいですね。動き出さないと何も変わりませんので、無料投稿を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。